どうも、漫画オタクのはやんです。今日も毎週恒例の最新おすすめ漫画紹介やっていきます。いつもこの企画ではまだ1巻が出たばっかりのおすすめ漫画を5作品紹介しているんですけど、今日は1作品単独で紹介しようと思います。というのも今回もいつも通り5作品ピックアップしてそれぞれ紹介するための台本を考えてたんですけど、この漫画だけで1本取れてしまうなってぐらい熱量高く紹介したい作品があったんで、今日は予定を変更して1作品だけ紹介します。もともと今日紹介する予定やった作品も来週紹介しようかなと思います。なので来週は最新おすすめ漫画5選の動画を2本投稿します。ということで早速紹介していくんですけど、今日紹介する漫画がこちらです。そして刹那は繰り返すです。この漫画はマガポケで連載されていて、僕は単行本だけじゃなくてマガポケで最新話まで追ってます。でその上でまず率直な感想を言います。ほんまに1話から最新話までずっと面白い。まず簡単にどんな話かというと、最愛の妹を生徒会メンバー7人による壮絶ないじめで失った主人公刹那、妹を死に追いやった全員への復讐を誓い殺害計画を実行していきます。ところが刹那が相手を殺した瞬間、時間が巻き戻ってしまい、彼らが生きている過去へ戻ってしまいます。何回復讐しても全てなかったことになってしまうんです。そんな中、刹那はある可能性に気づきます。自分以外の第三者に殺させればタイムリープは起こらないのではないか。自分の手ではなく第三者を巧みに使いながら復讐をやり遂げる予測不能なタイムリープ復讐劇です。この漫画はとにかくずっと面白い。最初に感じた面白さが落ちないどころか、話が進むほどに新しい展開が起きてずっと続きが気になります。今回はそんなこの漫画の魅力をネタバレなしで語っていこうかなと思います。まず一つ目の魅力は、復讐される側がほんまにクズっていうところです。やっぱり復讐ものだとどうしても見ていて相手側に同情して苦しくなるっていう人もいると思います。でもこの漫画の、敵というか生徒会側はとにかくクズなんですよ。妹をいじめていた生徒会メンバーたちがほんまにひどい。どんな事情があろうとも同情できんよなっていう相手なんですよ。ほんまに生徒会側が小物で身勝手で、もう同情の余地がないんですよね。だから刹那側の気持ちに立ちやすいというか、刹那が次にどうやって追い詰めていくのか、その復讐がどこへ向かうのかを最後まで見届けたくなります。2つ目の魅力はタイムリープの設定がうますぎるです。この作品の面白いところの一つがタイムリープの扱い方かなと思います。タイムリープって普通に考えたら圧倒的に最強の能力だと思うんですよ。なんか失敗しても時間を戻して別の行動を選べるんで、それだけ聞くと主人公がかなり有利に思えますよね。確かに刹那もバンバンタイムリープ使っていくんですけど、だからといって最強の能力って感じではないんですよ。タイムリープ能力を使っても、思っていた時間に戻れないこととかもあります。タイムリープっていう圧倒的に強い能力を持っているにもかかわらず、主人公の刹那が普通にピンチになることが多くて、こっからどうするんって思う場面が何度もあります。最強に見える能力を持たせながら、それでも主人公を追い詰めて物語の緊張感を全く失わせない、このタイムリープの使い方がほんまにうまいなって思います。3つ目の魅力は絶望からの逆転が気持ちよすぎるです。僕がこの漫画で特に好きなのが絶望的な状況からの逆転です。刹那が追い詰められてもう無理じゃないって思ったところから、そんな方法あったんってなる展開が何回もあります。ほんまにジェットコースターみたいに読んでるだけでハラハラします。僕は1話ずつ毎週楽しみにしてるんですけど、この動画を見て今からこの漫画を読むって人はもう読み出したら止まらなくなると思います。今日はあと1話だけ読もうっていうのがもうできないですね。それくらい毎話の引きと話の進め方がうますぎます。この漫画はただ復讐するだけの物語ではないんですよ。復讐劇だけじゃなくていろいろな要素が重なってめちゃくちゃ面白くなってます。正直まだわからないこともあるんですけど、それでもずっと面白いんですよ。謎が明かされていって面白くなるっていう展開は結構あると思うんですけど、この漫画はまだ謎なことが残っているのにずっと面白いです。ほんまにどの話もちゃんと大きな展開があって出し惜しみなく話が進んでいきます。ずっと面白いのにさらにこの先も知りたいことがたくさん残ってるんですよ。この構成がほんまにすごいなって思います。ということで今回はそして刹那繰り返すの魅力を語ってきました。
最新話まで読んでるからこそほんまに自信を持っておすすめできます。で、面白いっていうのはもちろんなんですけど、僕が今回どうしてもこの作品を単独で紹介したかったのはもう一つ理由があるんですよ。というのも、先日作者さんの X でとあるポストを見かけたんですよ。それが紙の単行本の売り上げが厳しくて、このままだとあと7話ほどで連載が終了する可能性があるっていう内容でした。大前提として僕はどの漫画も打ち切りにならず、作者さんが思い描く形で完結するのが一番いいと思ってます。その上でこの漫画はこんなところで終わっていいわけないって思いました。僕はその投稿を見る前からこの作品を読んでてほんまに面白いと思ってたんですよ。だからこそその投稿を見た時に、この漫画があと7話で終わるんはほんまにもったいないと思いました。正直最新話の時点でも復習はまだ半分も終わってないんですよ。タイムリープの秘密とか妹の秘密とか、まだまだ面白くなりそうな要素がたくさん残ってるんですよ。もちろん作者さんが実際にどこまで先の構想を作っているのか僕にはわからないです。でもここまで話の進め方とか見せ方がうまい作品なんで、この先の展開とか最終回まで、きっと書きたい物語があるんじゃないかなって思います。それを一読者として最後まで読みたいっていうのが本音です。もしほんまに打ち切りになって後からこの作品を知った人が読んだら、こんなに面白いのになんでここで終わったんってなると思います。それぐらいこの漫画は面白いし、ちゃんと最後まで読みたいなって思いました。ということで今回はそして刹那繰り返すを紹介しました。気になった方はぜひマガポケで読んでみてください。そして実際に読んでこの作品面白いと思った方はぜひ単行本も手に取ってほしいです。一人でも多くの人にこの漫画が届いてほしいなって思います。ということで今回の動画が参考になった、面白かったって人はチャンネル登録、高評価、ハイプよろしくお願いします。もうほんまに読んでみてください。もともとマガポケで読んでたって人も、ファンの方はぜひ応援の意味も込めて単行本も手に取ってみてほしいなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。